追放された最弱勇者ガチャ進化で無双の頂へ。第95話始まりの場所へ。北部戦線はすでに戦場の体を成していなかった。貿易は継ぎはぎの板と土のうの寄せ集め、陣地は仮説の域を超えて崩れかけている。兵たちの跡見には泥のように重くよどんだ疲労だけが沈殿していた。敵の進行は止まらない。焦りも怒りもなく、ただ淡々と作業のように押してくる。物量で圧で時間で命をやすりで削るように、今日も同じ光景が繰り返されるはずだった。だがその日、空が沈んだ。歪んだのではない。物理的に空の色が一段階暗く塗りつぶされたのだ。見張り台の兵が肺の空気を漏らすようにつぶやく。違う。なんだあれは。聖戦を埋め尽くす軍勢がまるで道を開けるように左右へ割れていく。その中心に現れたのは一個ごとに大地を沈ませる圧倒的な巨体だった。トゲだらけの広角が鈍く陽光を拒絶する。四大マハタ、グローデン。その隣には軍勢よりもなお濃い影をまとう音型。輪郭はカゲロウのように揺らぎ、肩口からは3匹の蛇が這い出している。四大マハタ、異種が。見張りの声が乾いた音を立てて裏返った。マハタそれも二体同時に叫びですらない。あまりに巨大な絶望を前にした。力なくつぶやき、四大魔将が答え転身。軍を直立しているぞ。天霊の悲鳴が走った瞬間、空気が変わった。それは疲労ではない。死を確信した生物が本能的に抱く気火の色だ。グローデンが太い腕をゆっくりと持ち上げる。距離はある。届くはずがない。振り下ろされた刹那、世界がはぜた。目に見えない衝撃が一直線に。コンマ数秒遅れて爆音が追いついた。前線の帽子絡みが凝ったみじんに弾け飛び、兵たちが紙くずのように空へ舞う。地面がめくれ、血と肉が混じり合った。わあ、理解が追いつかない。イシュバが指をわずかに動かすと、陣地の足元から黒い影が吹き出した。兵たちが音もなく沈んでいく。声を上げる暇すらない。全体3回しろ。包囲される。指揮官の怒鳴り声も虚しく、魔王軍の輪が広がっていく。左右へ、そして後方へ。北部戦線を丸ごと飲み込む巨大な円玉機。大路が言いかけた言葉が風に消える。逃げ道が静かに確実に断たれていく。これは戦いではない。ただの党派だ。イシュバが優越に唇を歪める。ふふ、急がないで。彼らがどんな顔で絶望に染まっていくのか、じっくり観察したいの。逃げ場なんて最後の最後で奪ってあげればいいわ。彼女たちは急がない。確実には押せばめ、王国軍を一定ねと押し縮めていく。その中心にはユーマたちの野営地があった。当時国中央戦線、月や明かりすら届かない岩陰でカスマサは息を殺していた。今だ、闇に溶け、剣を抜かずに駆け抜ける。ガルザークの死角を突く。完璧な一撃。止まった。振り向きもしないバルザークが背後へと小闇の剣を振るう。嫌な金属音とともに一陣の剣が弾く飛ばされた。遅い。福井声。直後、横から岬の魔法が叩くつけられる。圧縮された水やリアビスランスの聖者。極撃。大地がえぐれ、猛烈な水煙が上がる。だが常闇が水を飲み込んだ。蒸発ではない。概念ごとの衝
とどめろ。それでもバルザークは止まらない。ゆっくりと確実にオートへ向けて前進を続けていた。北部野営地、薄暗いテントの中、ユーマは動けなかった。座り込んだまま、焦点の合わない目で床の泥を見つめている。外の喧騒がひどく遠い。ユーマ、布が開く音、イーナが入ってきた。頬には鉄対線でついたすすが残り、猫耳は力なくしだれている。鳩耳は隠しきれない疲労がにじんでいた。イーナごめん、うれ。もう、言葉が続かない。喉が閉じる。謝らないでよ。即答だった。謝ったら、私たちの信じてきたものが全部間違いだったってことになっちゃうじゃん。ユーマは目を伏せる。間違いだったんだよ。絞り出すように。俺が触れなければあの剣は壊れなかった。俺のせいなんだ。イーナが歩み寄り、ユーマの前に膝をつく。震える手を痛いほど強く握りしめた。私、忘れてないよ。ユーマと初めて会った。あの洞窟、あなたがゴミみたいな手尽くすから、見たこともない光を作り出した時のこと。ユーマの指がわずかに動く。あれは偶然なんかじゃない。イーナの声が激しく揺れる。ユーマはあの時未来を選んだんだよ。記憶の蓋がくしみを上げて開くと、初めて進化の力に震え、イーナと出会い、運命を変えた。あの場所、そういえばあそこには何かがあった。俺が見落としていた何かが。その時、大地がこれまでにない規模で激しく揺れた。ズドーン、片壁が破られた。魔性だ。遺体同時に来やがった。外からの悲鳴。それでもユーマは動けない。足が泥に埋まったように思い、イーナの顔色が青ざめる。近い。外からゆっくりと近づく重低音。トントントン。左右から来てるぞ。退路が塞がれる。ユーマ、立って。もういいんだ。イーナ、どうせ勝てない。イーナの瞳が怒りに変わる。ユーマ、イーナがこれまでにない土星で叫んだ。彼女に吹きずられるようにして外へ出たユーマの目に地獄が映る。北部戦線は巨大な半円状の軍勢に包囲されていたため完全に囲まれる。イーナが息を飲む。確実な死の距離が縮まっている。もう無駄だよ。何度退却したって立て直せっこない。どうせ勝てないんだ。その声は空虚だった。だからってこのまま何もしないで諦めるのを。イーナの瞳が燃えるように鋭くなった。ユーマが視線をそらしたその先で逃げようとした兵が横から来た魔王軍に叩く返される。退路が閉じるぞ。叫びと悲鳴、包囲網がさらに狭まる。状況はもう明白だった。このままでは全滅は時間の問題。退却以外の選択肢が現実的に残されていない。イーナがユーマの胸ぐらを掴んだ。バカ。ユーマは逃げることじゃない。その背後で黒い軍勢が静かに輪を完成させていく。魔性はまだ二人に気づいていない。だが包囲の円の中心は残酷なまでにこの野営地へと収束していた。ゆっくりとユーマの拳がわずかに震える。後悔と恐怖、そして記憶の底から湧き上がる何か。逃げ場のない包囲網の中で運命が再び一箇所に集まっていく。それでもユーマの瞳は沈んだ